テレビアニメバンドリアベムジカ第6話アニメムジカの制作を担当した3次元車の解説を交えて振り返ります。お話しするテーマはこちら。第6話のコンセプト、ストーリー解説。第6話を視聴したバンドリ声優さんのリアクション、随所、裏話を交えていますので、このシリーズ動画を見ることでアニメムジカにかなり詳しくなれると思います。ざっくりとにはなりますが、アニメムジカの魅力を振り返っていけたらと思います。柿本監督によれば、アニメ迷子とアニメムジカ2つの作品は第7話で描かれるクライシックの再結成により一つになります。第6話はその前段階のなぜクライシックは再結成したかを描く回です。なお柿本監督によれば、クライシックが再結成し春日陰を演奏するという大筋は決まっていたものの、どのように実現させるかは決まっておらず、制作を走らせながら構想を練り直し、細い糸をたぐってようやくアベムジカと迷子をつなげることができた奇跡のような回だったそうです。シナリオとしても第6話から第7話を通して7つの奇跡が起きています。今回はアベムジカと迷子をつなげクライシックの再結成を果たした奇跡は何だったのか振り返りながらお話しします。なおクライシックについてはこちらの動画で解説しています。よろしければ概要欄からチェックしてみてください。第6話の物語は、ともりちゃんとあのんちゃんがさきちゃんの家に踏み入り、ともりちゃんがさきちゃんへ届けたい言葉を尽くした瞬間から始まります。しかしさきちゃんはともりちゃんの言葉を跳ねつけ家から追い出します。3次元はさきちゃんがともりちゃんと心を交わすのを堅くなに拒む理由について次のようにお話ししています。いや多分救われてたんじゃないかな。それでもなんかこっち側に来られると思い出しちゃうし、だからちょっと突き放した感じになってるのかななんて想像してたけど、さて上機嫌のラーナちゃんの表す通り、迷子は次のライブを控えていました。大事な時ではありましたが、ともりちゃんはさきちゃんのことが気になり、ライブどころではありません。たきちゃんはともりちゃんのことが気になり、さきちゃんどころではありません。クライシックはさきちゃん、ともりちゃん、たきちゃんが中学時代に組んでいたバンドで、メンバーがもう2人います。むつみちゃんとそよちゃんです。アベムジカの解散以降、引きこもり死亡説まで流れ始めたむつみちゃんを心配し、そよちゃんはむつみちゃんの家に踏み入っていました。そこにいたのは助けを呼ぶもーちゃんでした。そよちゃんは3日3晩もーちゃんと過ごします。迷子からのメッセージには既読すらつけません。普通に考えて事件性しかないのですが、 CG 総責任者の奥川さんの解釈では謎の信頼が病んでても戻ってくるっていう確証がないとこういうことは言わないですよね。確かにね、信頼はあるよね。前回の動画で説明しましたが、アニメムジカはキャラクターの心の内を視聴者の解釈に委ねた作品。心の内の正解は公式があえて用意していません。ただ奥川さんが出したような面白い解釈が後々続編アニメやガルパに公式として散りばめられていくのかなと思っています。さて、ここまでに起きたクライシック再結成に至る奇跡は2つ。一つはさきちゃんにとってともりちゃんの言葉は忘れたくないものだったこと。もう一つはもーちゃんが生まれたことで、そよちゃんにむつみちゃんの気持ちが伝わったこと。そよちゃんはスキル寄り添う人を発揮し、もーちゃんの連れ出しに成功。丸3日の軟禁から逃れメンバーの元へ無事生還。ラーナちゃんは猫並みの第6巻で、柿本監督によれば多重人格乖離性同一性障害はその人を目の当たりにしても疾患を患っていると気づけないことが多いのだそうです。ただすぐに気づける人もいるにはいて、それは観察眼の鋭い人。そよちゃんはむつみちゃんの現状をメンバーに共有。それを受けたきちゃんはうみりちゃんを詰めます。何が言いたいんだよ。さて、ここで3つ目の奇跡が起こります。ラーナちゃんのギターをきっかけにむつみちゃんが目覚めます。学校で調べたことがあるのですが、乖離性同一性障害をはじめ
心因性の疾患には音楽療法が用いられることがあります。心因性の疾患では患者さんが言葉や映像を理解できないことがあり、音楽療法を試みるのだそうです。乖離性同一性障害へのアプローチでは、患者さんの心に引っかかる音色、例えばストレスに感じる音色や人格交代のトリガーとなる音色を患者さんと一緒に演奏しながら探します。ラーナちゃんはその音を秒で引き当てる奇跡を起こしました。しかし、モーちゃんとむつみちゃんは激しく争います。普通に大怪我しかないのですが、スキル、演技の超才能を発揮してか、階段落ちくらいでは命に別状はなし。逆にその場に居合わせた JK たちに演技のデモンストレーションだと思われ、事態を拡散されてしまいます。第6話のタイトルは、アニムムレゲース、心を支配せよ、という意味の命令形、アニムムレゲに S をつけて、心に支配される子たち、という名詞にしています。さきちゃんは、むつみちゃんを壊してしまった自己嫌悪の心に支配され、忘却の道を選びます。心に支配された子はもう2人いました。1人はそよちゃん。そよちゃんを支配した心は心配でした。そよちゃんはもーちゃんから赤羽邸の場所を聞き出すことに成功します。もーちゃんがなぜ赤羽邸の場所を明かしたのか、3次元からの解釈は3日3晩一緒にいたため、そよを信頼するようになっているとのこと。補足すると、心理学的には小さい子は秘密だと言い聞かせられていても、褒めてもらいたい心に支配されて打ち明けてしまうことがあるそうです。そういうわけなのか、秘密を漏らしてしまったもーちゃんは、咎めるむつみちゃんに罰が悪そうに当たります。もーちゃんが赤羽邸の場所をそよちゃんに告げてしまったこと。これが4つ目の奇跡です。赤羽邸でそよちゃんは全てを理解します。そもそもさ、私はそよが助けてくれたのが嬉しくて、一番最初になんかすごくじんわりした。むつみちゃんにきつい言葉をかけてしまったじゃないですか。そうだったね。でもやっぱりこうそよちゃんの元々の持ってるその優しさというかで、一番最初に駆け寄ってくれたっていうのが私もすごい嬉しかったですし、手がずっと困ったいやー、そういう優しいなと思って、やっぱ迷子の面々のいいところが